ます。ペイです。今回からずっと行ってみたかった東北旅がついにスタートします。車中泊日数8泊9日、走行距離 3200km 以上、片道30時間以上、長い道のりを運転して待っていたのは見たことのない景色でした。そして夫婦ともどもとても楽しみにしていた東北各地の温泉の数々も満喫。食文化にも触れて、今まで全く体験のしたことのない思いが深く刻まれる旅となりました。その東北8泊9日 3200km のキャンピングカー車中泊旅、本日よりいよいよ開幕です。よろしくお願いします。おはようございます。ペイです。今回のオープニングはキャンピングカーの中からお届けします。で、今私たちがいるのは、見えるかな、那須高原サービスエリア栃木県ですねで、東北旅に向かって今朝実はですね、今日の日付は12月31日なんですね大晦日に走ってます。30日のダンスのイベントが終わってから、自宅を出発したのが1時半で、夜中のね、だから31日の朝っていうか日付が変わって31日の1時半に出発して、で今の時刻は、同日の10時52分です。夜ですね。もうめっちゃ走ったんですけど800キロ弱かな走ったんですけどね。本当はもう少し走って盛岡インターチェンジ降りたあたりの道の駅まで行きたかったんですけど、そこまでの距離がね、自宅から1200キロぐらいだったんですけど、全然足りなくって、でもう今日はこの那須高原サービスエリアで私たちの密かな年越しをしようかなと思ってます。はい。で、出発からここまでの今日一日の道のりを振り返りたいと思います。どうぞ。母ちゃん。はい。あんま寒くないね。なるほどね。寒くないです。今はね、京都の桂川なんですけど、寒くないですね。ちょっと眠かったんで、もう2時、3時前。ちょっと眠いんで、ちょっとトイレ休憩して、もうちょっと走ろうかなと思います。はい。出発しましょう。はい、あと2時間ぐらい走りたいね5時ぐらい。大丈夫ですか？まあ大丈夫かな。5時ぐらいに寝ようかなじゃあ安全運転で行ってきます。母ちゃん、はい。もうあんまり眠いんで菩提寺で休みましょう。もう寝ますもう眠い。なんせトラックもおれへんからな。めっちゃ空いてるよな。こんな空いてたかな。母ちゃん、はい。今菩提寺でね、もう眠くて休憩し、もうそこで寝ようと思って入ったんやけど何台ぐらいおったかな。なんか走り屋みたいな人たちが、若い人らでね、人がようさんいたね。わーってなんかね、集まって騒いでるわけじゃないけど、もう明らかにうるさそうな感じだったね。だからまた走り出して次の黒丸、これなんて読むんやったっけ。黒丸でいいんやったっけ。なんだったかな。そこはドッグランバーでね、そっちへ行って寝ようと思う。あと 12.1 キロでもなんやかんや言うて多賀まで行ってそうな感じで、やばい加減休みましょう。加減休みましょう。眠いでもあれ見て目覚めてあかん、これあかんじゃあ次行きます。奥に深いよ。でっかいな。こんなのここ初めて来るわ。そっか、ドッグランがある。ドッグランどこにあるの？奥かな。がっつり寝る準備やるな。よいしょ。
ル乗る準備何回聞くの？大変やな。ね、そこまでなんかそこまでせんでも寒よくない？うんそこまでせなあかんかな。やっぱそう今日寒ないよな。寒かったら上にちょっともうかけたらいいんちゃうよさん。まあとりあえず下は引いて、これだけ。まあでも結構寝るば寝るよな。だって今からまあ普通に3、4時間寝るやろ。まあそうやけどそんなになんかもうこれでも寝れそうやけど、これで寝たら風邪ひ寒いくねんね。やっぱちょっとお布団はちょっといると思うそうやな。けど、やっぱ肩にかけてたらね、またこれで寝て寒い寒い言うたらアホかってなる。なんかでも今日は横にこう引いてみようかな。いろいろやってみたら、で電気毛布はいらんよ。まあなんかこの寝袋とこれは出しとかな、どうせあかんしな。よいしょ。それいるかな。見て、また頭上注意書いとかながらスマートも楽しんだね。楽しんで、もうイライラする。ほらあれつけたらいいの。なんかぶら下げとこう。もうなんか後ろこのまま走りたい感じ今回。でもすぐ寝るみたいけるんじゃん。いな。いけるかな。出しとっても。親たちが移動してきよったの。来た。あ、出てきた。通り過ぎて。なんかよくわからん、ごちゃごちゃしとる。わかん。邪魔やったらそれ下に下ろしといたら。じゃあただいまの時刻は3時56分です。3時56分。今日はね全然寒くないですね。気温室内の温度も 18.6 度あるんで寒くないですね。ね、もう眠いのでもうだいぶ眠いのでこれからどれぐらいかな。まあ別にそんな決めんでいいよね。まあ4時間ぐらい。多分、それぐらい寝て出発するぐらいですかね。と思ってます。頑張ってって。運転すんの。もう今日は寝ましょう。もうなんせイベントでね、だいぶ疲れたんで、まあ眠たいですね。運転しながらでもね、なんか気持ちはねあるんですけど、目がねこんなんなってくるんですよね。あかんあかんなんてね。休みましょう。休みます。はい、じゃあおやすみなさおやすみーい。なさーい。おやすみ。タッチタッチ。はい、ありがとう。おやすみ。はい、じゃあ寝まーす。おはようございます。雨降ってないですね。昨日はちょっとパラパラしてましたけど、でも天気は良くないな。今の時刻は8時33分ですね。室温は17度になってますね。おはようございます。そんなに寒くはないんですけど、バンクって運転席からの冷気が上がってくるんですかね。下が寒いですね、やっぱりね。だから電気毛布入れてる時は大丈夫だったんですけど、あんまり寒くなかったんで電気毛布入れなかったらやっぱり寒いです。じゃあ起きて運転またしていきます。まだまだ走りますよ。どっちも思って。こっち入ってもいいんちゃう？これ気持ち悪くない。そういうことは気にしない。
686キロ。まあまあですね。実際の道路標識を確認し、逆走にご注意ください。まもなく直進方向、静岡新東名方面です。今サービスエリアに入ったんですけど、後ろのカメラがね全然汚れて見えなくなっちゃったんで、今拭きました。めっちゃ汚れました、後ろが。じゃあ出発します。今愛知県の豊橋市を走ってるんですけど、東名高速道路を走ってるんですけど、今までね静岡を走ったことがなくって、東名高速道路でね今回は初めての静岡行きたいと思います。いろんなねサービスエリアがあるかなと思って楽しみにしてます。じゃあ初めての静岡行ってきます。走行速度ご注意ください。大きいな区画が。なんかねこのサービスエリアはね都会に近いんでハイカラな人が多いですね。なんかねもうオレンジのサングラスかけてる人とかおってえらいハイカラやなと思って。じゃあ行ってきます。すごいですね、うなぎ売ってますね、ほんまに。でも絶対でもね、この国産だったらめっちゃ安いよ。ああ、そりゃそうやな。会社の近くで食べたら3800円。3980円で。あ、そうそうそう、そんなもんやと思う。普通に飲めたら。普通と同じ値段。これがメインで。浜名湖出発しましょう。結局買ったのは何でしたっけ？キウイだけ。キウイだけでした。うなぎは食べずでした。はい、じゃあ出発します。実際の道路標識を母ちゃん、はい。お茶畑が目の前にあるよ。すごい。すごいな、このサービスエリアめっちゃでかい。これお茶畑。あ、違う。これお茶じゃない。てんてんてん。お茶じゃないんかな。見たことないから。分かれへん。なぎのねドッグランがあるんで行ってこようと思います。お茶やったね。はい。芭蕉の句？芭蕉の句。ああ、これね。なんか漢字ばっかりで読めない。お茶の葉っぱも形してる。ギザ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 ってしない。そらせえへんわな。そういうのって干すんやんな、多分。お茶って干すんでしたっけ？なんかもんって干してみたいな、なんかやってるんじゃないの？蒸してんのかな。干すけどなんか蒸したりもしてるのかな。あ、そうか、蒸すんか。ちょっとよくわかんない。それで匂いが出るんですかね。全然知らない。なぎのドッグランがこれですね。ここは勾配があるな。なぎにはいいな。
マジで。でナギは帽子振り回してるしめっちゃいや、わざとに見えますねほんまかよ。めっちゃ本気やれドロッドロやんもうさあれええのナギは帽子取って逃げ回ってるし。ナギ持っといて、はい、返して。はい、うわーナギあかんよそんなことある今日実は12月31日や言っちゃったそうなんですよ。実は今日が大晦日ですなのでおそらくですけど年越しは高速道路で行うことになると思います。はいじゃあちょっと中見てみましょう。でないんじゃないの。300キロぐらい走りましたね。で燃料は半分ぐらいかな減ってるんですけど、もう入れときます。これはキングです。これはキングです。で足らんかったらもう一回ちょっと1000円ぐらいかな。あ、そう。釣り銭預かり券をお取りください。釣り銭精算機で釣り銭をお受け取りください。給油キャップの閉め忘れがないか確認してください。今燃料満タンにしました。またここからあと何キロかな。793キロ。全然まだまだですね。じゃあ安全運転で行ってきます。もう少ししたら日本坂のパーキングエリアがあって、ちょっと日本坂ってなんか有名な感じがするんで寄ってみたいと思います。その向こうに日本坂トンネルがあるみたいなんで、ちょっとねせっかくだからその手前でパーキング行きたいと思います。この付近逆走注意エリアです。母ちゃん、はい。日本坂、結構遠くまで来た気がするね。なかなかこんなとこ関西やからな、遠くてけえへんもんな。そうそうそう。なんか茶畑が見えたりとか。そうやな。なんかね、静岡ってでもさ、大きいな、なんか長いわ、すごい走ってても。そうやし、止めるスペースとか使い方もちょっと広いね。ああ、そうやな、確かに。じゃあ行きましょうか。じゃあ出発します。この後日本坂、あ、違う違う、日本坂トンネルそう日本坂トンネル、一回通ってみて
母ちゃん、はい。ちょっと一車線の道がね、無料区間とかもあったけど大変やった。長かった。で、今道の駅富士川に来ました。もう結構日が暮れてきちゃいましたね。夕日が。じゃあちょっと休憩します。ちょっと疲れた。休憩しましょう。リンゴと平竹、はい。椎茸、大根。大根、結構買いましたね。買いました。まだこれから東北行ったらいっぱい買えると思うけど、ちょっとなんかリンゴな、買いたいかったのって平竹はそんなないよな多分。ちょっと美味しそうだったから、買いました。はい、これトイレにします。じゃあ出発しましょうか。とりあえずはい、お願いします。なんか温泉とかあったらよかったけどなかったね。全然大丈夫です。出発しましょう。道の駅富士川。結構よかったよね。なんかいろいろ売ってたね。食べるとこともちょっとあって、そうお値段もなんか買えれそうな値段やったね。そうまだちょっと一車線の道が続くのが気が重い。道路標識を確認し、逆走にご注意ください。ゆっくり行きたいねんけど、後ろにどんどん詰まってくる。ゆっくり行きましょう。白いね。雪じゃなくて。雪やね。今は関越道を走ってると思うんですけど、自宅から走った距離が610キロで、乳頭温泉までの距離が587キロなんで、ちょうど半分ね、やっと超えました。あと半分、あと半分弱ですね。頑張って走っていきます。ここはね、どこやな、埼玉県だと思う。で、羽生っていうパーキングエリア。埼玉県。でここで晩ご飯します。今日はもう結構走ってるんで、作らずパーキングエリアいただきます。じゃあいただきます。これが片焼きそばかな。神様ちゃんぽんの片焼きそばで、これがちゃんぽんラーメンかな。美味しそう。美味しそう。じゃあいただきます。疲れてるから美味しい。麺なんかめっちゃ太いな。太麺。つるっとして食べたことないな、こんな麺。つるっとしてる。母ちゃん、はい。めっちゃちゃんぽん美味しかったね。美味しかったです。なんか予想外に神様ちゃんぽん。神様ちゃんぽんめっちゃ美味しかったです。全然食べる気じゃなかったんですけど、入ったら美味しそうだったんで食べちゃいました。でお腹も減ってて、完食でパンもね買ってもらってこれで今日はしのぎますしのぐでも食料いっぱいあるんですけどね、もちろん。もうちょっと走ろうかなと思ってます。東北道もうちょっと走ると、もう少し走ると東北道に入ると思うんで、東北道には入りたいかなと思ってですね。でどこかでもう寝ようかなと思います。体がねちょっと揺れてるんですよね。眠くはないんですけど、なんかずーっとね体が揺れてるんですよね。船に乗った後みたいな感じですかね。じゃあもう少し走ります。今凪はねご飯食べて落ち着いてます。もうちょっとしたら出発しようと思います。
まだまだ長いですね。あと高速道路は470キロですね。で目的地までは527キロ、ニュートン温泉までですね。じゃあもうちょっと頑張って東北道までまず入りたいと思います。じゃあ行ってきます。逆走注意エリアです。母ちゃん、はい那須高原で今日はもう休みましょうかね。東北道まで入りたかったけど足らん。まだ全然足らんな。ゆっくり寝ましょう。あーもう無理してもな、風がめっちゃ強くなってきて運転しづらくなってきたから、危ないね。もう疲れてるし、那須高原で休みましょう。みんなあそこ真ん中。那須高原でっかでかいな。那須高原でかい。い。ねなんか那須高原って高級な感じするな。高級な感じする。なんでやろなんか分からんけどイメージやな。小文字でなんかおしゃれやな。うちハイカラとかおしゃれに弱いね。あー寒い。ここは寒いなやっぱり。気持ちいい。気持ちいい。もう寒いわ。はい、こんな感じで走ってきたんですけど、まあまあよく走れましたね。もうダンスイベント終わりでもう疲れて2人ともあんまり元気ない中で走ってきた感じだったんですけどね、ここに来てねちゃんぽんラーメン食べたあたりからね、ラーメンがテンション上がりました。ちょっと元気になりましたで今はねもう元気になりました。でこれから年越しを迎えたいと思います。はいはい、じゃあ母ちゃんコーヒーいただきましょう。疲れましたね。乾杯。熱いよ熱いよ。チューな。はい、じゃあ目やになやっぱちょっと出るやな。なぎまあまあ走ったね今日もね。ドッグラン。よかったね。うん。でもドッグランのシャワーのホース。シャワー、あれ欲しいね。あれな。持参しないとダメ。持参してそのままつなげて洗うみたいな感じで、ナギの毛にな泥がすっごいついた取れへんなほんまに。ここのプレスリー張りのな。ジャリジャリがついたら取れないからシャワーがあるとね全然違うね。ああ眠た。ああリンゴ食べた。それリンゴ美味しいわ。酸味もあるし甘みもある。美味しい。リンゴらしいね。美味しい。これ何やったっけ？三富士。何？やっぱりそっち。三富士なる。三富士じゃない。三富士。どっちでもいいか。でも書いたら合格。書いたら合格？どういうこと書いたら？イントネーションはちょっと間違ってるかもしれんけど。分からん、合ってるかどうか知らん、分からへんもんだ。試験で三富士って書いても合格。三富士、やっぱ三富士。どっちやろな、三富士かな、三富士。三富士？三富士？どっちやろな。目かゆい。目かゆい？なんか目かゆい。ほんと。
ただいまの時刻は11時50分。あと10分で私たちの本当の年越しなんですけども、もう眠くて限界なので今日はこれで寝たいと思います。ではおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。窓曇ってるな。おはようございます。今日は1月1日の元旦です。ただいまの時刻は9時50分ですね。室温は12度ですね。もう11並んでますね。今日はこれから、秋田県の乳頭温泉を目指してまた走り直したいと思います。昨日ね、本当は盛岡ぐらいまで行きたかったんですけど、全然足りなくって、まだ盛岡インターチェンジまで350キロぐらい残ってたと思うんですよね。だから今日はね、早めに出て、なんとかお昼ぐらいに乳頭温泉に着きたいなと。昨日もねお風呂入ってないんで、だからね、お風呂入らずの年越しだったんですよね。だから今日はなんとかお風呂に入りたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。おはようございます。今は那須高原にいます。で、今日は1月1日の元旦ですね。明けましておめでとうございますは以前にもさせていただいたんですけど、本当の日付は今日が元旦で、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。何回言うね。これから秋田の乳頭温泉田沢湖の方に向かって走っていこうと思ってるんですけど、ちょっとねまだ距離が400キロぐらい残ってるんで、丸1日ぐらいかかってしまいそうな感じになったもんね。で、今東北道なんですけどね、これから東北道北上していきたいと思います。なので今日から目的の秋田には入れると思います。それでは本日もよろしくお願いします。今那須高原のサービスエリアを燃料満タンにして出ました。やっぱり407キロぐらいナビでも残ってますね。まあまあ走らないといけないですけどね、もう寝てねだいぶ元気になったんで、一気に走りたいと思います。じゃあ安全運転で行ってきます。ちょっと雪がちらついてます。風がねすごく強くってまっすぐ走らないです。風
今岩手県の前沢サービスエリアまで走ってきたんですけど、後ろがもうドロッドロ、すっごいですね。このサービスエリアは景色がめっちゃ綺麗です。景色こんな感じ、めっちゃ綺麗。東北道、もうあと10キロぐらいで降りますね。あと花巻インターチェンジで降りるんですけど、横風が強くて結構運転してくるの大変でしたけどね。あと10キロちょっとでとりあえず高速道路降りて、温泉昨日も入ってないんで花巻温泉に行きたいと思います。じゃあもうちょっと頑張って運転します。かなり振られてますけどね、もうちょっと頑張って運転します。右方向です。その先50メートルで右方向です。花巻温泉に着きました。はい、じゃあ花巻温泉に向かって出発。せーの。止まらない。じゃあ花巻温泉に向かって出発します。せーの。花巻温泉に着きました。めっちゃ遠かった。ただね、お正月のねお客さんが多いみたいで入れるかわかんないですけど、今から引きに行ってきます。じゃあどうぞ。すごいね、めっちゃでかい。なんかめちゃめちゃでかい。なんか思ってたのとちょっと違うわ。めっちゃでかい。で、めっちゃでかいな、ほんまに。ホテルですか？ホテルなんやね。旅館みたいなんかと思ってたら違うな。とりあえずここにね聞いてみたいと思います。でかっ。そんな寒ないの？車中泊ってでもどこですんやろなこれ。結構ここだ。有料お金だけ払うんじゃん。でもトイレどうすんやろなこれ。トイレない、あれか、時間制限のあるトイレかもな。夜だけ行けるとこ。はい、できます。何？ありがとう。バチやった。あげようか。母ちゃん、なんか場違いな豪華なホテルに来てしまいました。大きなホテルでね。とりあえず近い使いに行きます。合ってるかなこれ。なんかでも空いてそうな雰囲気やけどな。今の時間空いてるんじゃない？そうやな。今3時前とか。良さそう。こんな感じですね。良さげ。ほら、貸し切り露天風呂。貸し切りがあったのね。貸し切りがある。お金いいのかな？今結構空いてる。お金はこれ。2000貸し切り利用2800円やって。ご宿泊。貸し切り利用2800円。やめとこ。分かってる。もうネットでこれ知ってて俺。そうなの？でこれになった時に絶対母ちゃんはあかんって言うと思ったからやめとこうと思って言わんかった。はい、じゃあ温泉行ってきまーす。母ちゃん、はい。お風呂どうでした？めっちゃくちゃ良かったです。よかったね。めっちゃ吸い取った。大きかったし吸い取った。一人で一つの
なんかでっかい池に入っとった入らせてもらってお正なんかで月から水風呂入ってあー疲れとったからさで足入れてでそのままお風呂に入ったら死ぬかと思ってチーンあれ気になった気になるなんかねピリピリってなってこれあかんやつやな赤いやつやね気をつけましょうねお正月から以前はできたんですけど今もできるとは限らないじゃあ凪のところに戻りましょう、はいいいお湯でしたいいお湯でしたありがとうございましたここは岩手県ではい南部鉄器が有名やねんなで家内はね南部鉄器がすごい大好きでいろいろフライパンとか使ってるんですよで誕生日なんで家内が、お米炊く鍋っていうの炊飯鍋っ炊飯鍋ていうのかななんかこれだったらシチューをね炊いたりシチューをね煮込んだりもできるみたいなんで買いましたはいどうぞほんまですか、はいいいんですかでこれで美味しいご飯を作ってもらうのは私なんですけどねでもいいかなと思います重たいですはい、もうねネックレスとか指輪とかそういう貴金属系じゃないんですよもう粒が欲しそうい食べ物とかこういうね生活で使うものがねだんだん嬉しくなりますねありがとうございますはいただいまはいただいまはいただいまはいはいなんか降りとるよ痛い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 よいしょ空気の入れ替えをしましょうとりあえず田沢湖の方に向かってやっぱり行こうかなと思って、で明日乳頭温泉にやっぱり行こうかなせっかくやしねとりあえず行って入られへんかったらしょうがないしねで今日は道の駅へ行こうと思うねんけど道の駅もやってないねんなやってないね元旦お休みやねんなだからどうかな駐車場空いてたらいいけど空いてなかったらまたちょっと行って考えるわ、とりあえず田沢湖の方に向かって行こうかなコーヒーのあるで飲むまだいやもう俺はまだあるからこれ、暑くて早く飲まれへんかいちゃん南部鉄器見したってちょっと見てみたよでも足の上に落とさんといけない骨折するからペダル踏まれんくな確実に骨折する見てんでくれ読める？一緒に読んでくれるからいいやんねそれでもさお茶荒くてさもう袋は破るしもうなんかめちゃくちゃやでもうなんかちょっとっていう感じだったなで変えてくれんのかってもうこれですいませんって言ってたんやそれなんで便利破れてんのこれ箱もなんかヨレヨレで現物しかなくてごめんなさいそう現物しかないんですってそれはいいねんけどでもいろいろ使えそうなやつやなこれ
そう多分キャンプ用品とかでさ、見たらめっちゃ高いと思うよ。うわすごいね。思った蓋が思ったよ。はい母ちゃんわー頑張ってまた料理してください。これどこやったっけ？岩中っていうの、いいじゃないですか。でもまた荒いおっちゃんは言うとったね。米の炊き方は分かりませんって言われて説明書がないから分かりません専門家じゃないんかな面白かった。スタッフって書いてたけどね、すごいね。なんせ重たいなやっぱり。これ何でも作れんね。なんか作れそうやね。煮炊き物とかでも良さそうやし。おでんも良さそう。そう嬉しいね。なんか現地でそうやな。手に入れられると嬉しいね。まあネットで買えるんやけどなちょっと違うな。スタンドがねやっと見つかりました。ヒヤヒヤしました。もうあと2つぐらいしか残ってないのに全然スタンドが見つからなくて、見つかっても閉まってて、ね、元旦で閉まってるな、でやっとありました。よかった。じゃあ入れていきます。母ちゃん、はい。盛岡市のイオン、はい。イオンやな。イオン。やっぱり寒いね。まあ寒いって言っても0度やからそんな寒くないんかな。なんかそんなに感じない。マイナス10度ぐらいかと思ってたから数字的には寒くないですけど寒いです。じゃあここでね夜ご飯の買い出しに行ってきます。母ちゃん、はい。イオン行ったけど買いたかったお刺身全くなかった。全部何にもなかったです。全部なかったさすがびっくりした。何もないな。すごいね、人もいっぱいだった。だから水だけ買って出てきました。今から道の駅姉っ子雫石かな、確かその名前だったと思うんですけど、とりあえずそこへ向かって走ってます。ただね今日はお休みかもしれないんですよね。でまあとりあえずね、とりあえず行ってみて駐車場に止められそうだったら止めて、ダメだったらちょっとまた考え直します。あとね16キロぐらい。はい、じゃあ行ってきます。あと2キロほどで道の駅ですね。周りにね道の横に雪がね出てきて、今マイナス3度とかまでね一気に下がりましたね、気温が。ここだね。これやな。あれ湧いてるね。電気ついてるね。右です。トイレはね、いけそう。空いてる。湧いてるんだ車も止まってるし。道の駅姉っ子に来たんですけど、ちょっとね音楽がかかってたりして寝にくいかなと思ってまあちょっと橋の方にね行けばいいんですけど、一度田沢湖まで今から行ってみようと思って、そこに無料の駐車場があるみたいなんで、そこでもし大丈夫そうだったらそこで休ませてもらって、そこがダメだったらまた戻ってこようかなと思ってます。片道22キロなんですけど往復したら40円。まあこれも楽しんでいきたいと思います。雪ね全然ないんでだからねもう走れるなっていう感じですかね。じゃあ行ってきます。これ左が田沢湖やと思うんだけど。だよね。白ご飯を炊いてるね。炊いたら、ちょっと今度来るかな。
どれがどれか覚えられない。すごいな。それこそさっきのでタコを持ったらできるしね。それこそさっきのでタコを持ったら最悪できる。やめとこや。まず使ったことのない炊飯器を使おうや。今はね、田沢湖にある無料駐車場に停めさせていただいてます。でも今日はね、ここで休ませていただこうと思うんですけども、明日の予定が決まらずどうしよっかなと思いながらですね、まず乳頭温泉が10時からなんで乳頭温泉に入りたいんですけど、田沢湖も見たいんですよね。でその田沢湖は朝早くに起きて見ると綺麗かな。で乳頭温泉に行って1時間ぐらいとするやん、入るのに。で出発して道の駅和野きりたんぽ館のところに行くとして、それが回り道していかなあかんっていうのを知らなかったから、回り道していかないといけないんですよね。山の中抜けていけるとばっかり思ってたんですけど、やっぱり冬季通行止めっていうことになってて、調べたつもりだったんですけど通行止めでしたね。で回っていくと122キロ下道っていうと結構かかるやろうな。で下道行ったらさ、いろいろまた見たいものがあったりする。それやね多分、その直接だと行けば間に合うと思うんだけど、何も見なかったらいいけど面白くないやろそれしたら。見たくなるよね。あーってなるもんね。それやったらもう道の駅和野に明日の夜着く感じで、道の駅和野で泊まらせてもらって、で次の日のランチにきりたんぽをゆっくり食べるっていうのがいいはいいよな絶対に。でそうしたら乳頭温泉もゆっくり入ってさ、田沢湖もゆっくりで、そこまでの道のりずっと夕方までさずっと楽しみながら行くっていう方がよくない？なんかもうなんか慌ててな予定に行っても面白くないやろなと思って、ギリギリに行ってギリギリに食べてさ、はぁってなってヘトヘトになるぐらいだ。なんか旅行、ツアー旅行みたいな。そう予定がね1日ずつやっぱりずれてきちゃってて帰れなくなる。そう今日本当は道の駅和野にいるはずだったんですよね。でそれがやっぱりここへ東北まで来るのに思ってる以上にね時間がかかっちゃって、でそう1日ずれてんだよな。だからそう本当に1日ずれてんな。本当やったら今日の夜泊まってたら明日のランチが食べれててな、っていうふうに思っててんけど、行く先だけ決まってればね、それで時間見ながらそうね、無理せんずにという感じにしたいと思ってます。今回は秋田県の田沢湖で車中泊をさせていただくところで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。